Vlog デルタ航空ビジネスクラスフライト羽田ホノルル往復。こんにちは。ここは羽田東京国際空港。これからデルタ航空ビジネスクラスを利用し、アメリカハワイ州ホノルルダニエル系井上国際空港へ向かいます。ハワイに4泊滞在後、同じくデルタ航空ビジネスクラスで帰国します。この動画は往復フライトの様子をお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。航路は21時55分発の便のため、18時50分頃に羽田空港に到着。チェックインと荷物を預け、保安検査を追加します。ビジネスクラス利用でラウンジが使用できるとのことで、デルタ航空のスカイクラブラウンジで出発まで過ごします。スタッフの皆さん、とても丁寧に接客してくださいます。中は結構広くゆったり。夜便ということもあってかガラガラです。窓が大きなガラス張りなので開放感があり、離着陸する飛行機を見ながらくつろぐことができます。まずはバーカウンターで飲み物をいただきます。アルコールに弱く、この後のフライトが心配なのでノンアルコールのモクテルにしていただきました。ザ・ウェイ・オブ・メロン。お食事も取りに行きます。サラダやチーズ、クラッカーや飴などのお菓子に白米やカレー、お味噌汁、コーンスープ、ちらし寿司、フォカッチャ、ミニバーガー、スイーツ、カットフルーツと充実しています。ライブキッチンもあり、ラーメンを作っていただきました。小腹サイズでちょうどよく美味しかったです。海外滞在で不足しがちなサラダ、日本食が恋しくなるのでちらし寿司とフォカッチャサンドなどを取りました。追加で魚フライと生ハム。夕ご飯を食べずに来たのでいろいろいただきます。機内食も楽しみなのですが、ラウンジご飯も諦めきれない。食後のデザートとしてアイスとケーキやわらび餅、フルーツ。機内食もあるのに完全に食べ過ぎました。ラウンジでゆっくりした後、搭乗ゲートへ。いつも通り酔い止めを念のためのみ、着圧ソックスを履きます。搭乗しました。機材はボーイング 767-300ER。座席はこんな感じ。水、アメニティ、スリッパ、ヘッドフォン、枕と布団が置いてあります。モニターとフットレスト。サイドには読書灯と USB の充電ポートがついています。このポートはよくわかりません。モニターのリモコン。映画はこんな感じ。ハムナプトラ、マトリックス、リトル・マーメイド、ライオンキング、ミスター・インクレディブル、グリーンマイル、すずめの戸締まり、レミーの美味しいレストランなどがありました。ウェルカムドリンクでオレンジジュースをいただきました。離陸前に CA さんから機内食メニューの希望を聞かれますが、私は事前にアプリから選択をしていたので確認のみでした。和食メニューはこんな感じ。こちらは洋食メニュー。事前にアプリからの選択だと、このメニュープラス別メニューから選ぶことができました。デザート。朝食のメニューはこちら。お酒のメニュー。飲み物のメニュー。そうこうしているうちに動き始めました。夜の滑走路、誘導灯が幻想的で好きです。
シートベルト着用サインが消えたので、リクライニングとフットレストを稼働、ボタンで操作できます。アメニティポーチ。以前乗ったデルタのプレエコノミーのポーチとデザインは一緒ですが、こっちの方が大きいです。中には歯ブラシ、ボールペン、アイマスク、リップ、ハンドクリーム、耳栓が入っていました。プレエコの時は靴下が入っていたんですが、フライト時間の差でないのか廃止されたのか少し残念です。ヘッドフォン。お水。日本からの出発だとイロハスなの嬉しい。離陸から40分経過、日本時間22時40分頃、飲み物と食前のナッツが来ました。1回目のお食事が提供されるようです。ナッツはもりもりで結構量があります。23時頃お食事が来ました。煮物を選択、確か自分にだった気がします。どれも普通に美味しかったです。ボリュームもしっかりあるので、ラウンジのご飯と機内食とでかなりお腹いっぱいになり、デザートはスキップ。サラダにこちらのオイルをかけるのですが、凍っていて解凍に少し時間がかかりました。ミニサイズで見た目は可愛い。お食事を食べ終わり、就寝準備。ダルバのミストで保湿をして寝ます。着いたらハワイ時間午前10時45分予定なので、なるべく寝れるように頑張ります。離陸から6時間ほど経ったくらいでしょうか。朝食が来ました。どうやら40分ほど早く到着するようです。フルーツにクロワッサンとヨーグルト。機内が寒かったので温かい紅茶を頼んだらポットで来ました。ちょっと多い。機内はまだ暗め。日本時間朝5時頃、現地時間朝10時、ハワイ諸島が見えてきました。CA さんがチョコを配っていたのでいただきました。高度が下がっていきます。さすがの海の青さ。朝到着便の特権かもしれません。到着。約7時間のフライトでした。袋便。13時半頃空港に到着し、手続きを済ませ、ラウンジで出発まで待ちます。ダニエル K 井上国際空港のデルタラウンジは天井が低く圧迫感があります。席数はわかりませんが、日本のデルタラウンジより狭く感じます。お食事はフルーツ、マカロニサラダ、枝豆、サラダ、サンドイッチ、バーガー、チーズやサラミ、カルーアポークにお魚、ハワイアンスパムチャーハン、蒸しブロッコリー、コーンチャウダー、日本風野菜カレーと白米、スイーツやスナック類もありました。ハワイらしいかき氷。ミニバーではスタッフの方が作ってくれます。ノンアルコールもできるとのことで、ブルーハワイをオーダーしました。サンドイッチ、サラミ、チーズ、お魚、サラダ、カルーアポーク、マカロニサラダを取りました。時間になったので搭乗ゲートへ向かいます。珍しく外廊下になっていました。16時半発予定でしたが、1時間ほど遅れていました。水の銘柄が違うだけで他は行きと一緒です。本日のメニューはこちら。和食はすき焼き、洋食は照り焼きチキンかラビオリ、
ザート。夜到着だからなのか2回目の食事が選択制でした。お酒のメニュー、ソフトドリンクとお酒。離陸して1時間後の現地時間18時半、1回目の食事が始まるようです。まずはオーロと同じくナッツ。飲み物は温かい緑茶にしました。和食の前菜、ナスやほうれん草、ホタテ、カニ、こんにゃく、鴨、卵焼きなどです。美味しかった。メインのすき焼きが来ました。白米、お味噌汁、お漬物がついています。俵ライスだそうです。おにぎりっぽい。普通に美味しくいただき、ボリュームもありました。デザートが来ました。私はアイスサンデーを頼みました。トッピングを聞かれて迷っていたら、全部と CA さんに聞かれ、全部トッピングすることに。マシマシのアイス。コーヒーと一緒にいただきます。袋は9時間と息より長いフライト。座席を通してゆっくり過ごします。離陸から7時間経過、日本時間19時15分頃、2回目の食事が来ました。私はキッシュを選択しました。まもなく羽田に到着、日本時間20時半前です。最後に、今回のチケットはデルタのマイルを使って予約しました。ハワイ旅行の様子は別の動画でアップしますので、よかったらそちらもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。